すごい賑わってます。人がすごい多い。僕の格好がね珍しいということで、すごいたくさんの人たちから声をかけられたり、写真を撮ってくれって言われたりしますね。アスサラムアライクン。やっぱニーハオってね話しかけられることが多いですね。スマートフォンを持ってね彼が近づいてきたんですけど、一緒に写真を撮ってもいいですか？イラクの西部アンバール県の都市ラマディ。イラク戦争の最中、この町はテロリストの巣窟と呼ばれ、世界で最も危険な町の一つとして報道されてきました。しかしテレビや新聞を通じて広まったそのネガティブなイメージは、果たして現地の人々の姿を正しく映し出しているのでしょうか。今回は戦争とテロの時代を乗り越えたラマディを歩き、今を生きる人々の日常をありのままにお伝えします。その前に、戦争の時代を乗り越えたイラクでは今新たな問題が生まれているようです。まずはその様子からお伝えします。お昼ご飯を食べにですね、イエメン料理が食べられるという地元のレストランにやってきました。でね、ちょっと今回はね料理じゃないんですけど、ちょっとお話ししたいことがあって、すでにねこれまでの動画の中ですでに皆さん気づいてると思うんですけれども、誰かの家に行っても、施設に行っても、それからレストランに行ってもね、こういうお水が出てくるんですね。はい、200ml ぐらいかなが入っているボックス状のプラスチックの容器に入ったお水が出てきます。ホテルとかでもこういうのが出てきて、で1日にこれ何回も飲んでるとものすごい量のプラスチックゴミが出てしまうんですね。でこのイラクってやっぱり砂漠の地域なので、昔から旅人が来たらお水を出してあげるっていう伝統があるので、なのでね、こういう 200ml っていうこの大きさが誰か客人が来た時に差し出すっていうサイズとして多分ちょうどいいっていうのは、もしかしたらねこれが広まった背景にあると思うんですけれども、ただねこれ本当にゴミ問題として結構やっぱ深刻視されていますし、 200ml だとすぐ飲み終わってしまってすぐゴミになってしまうので、やっぱりそういう環境問題というものがこれからのイラクの課題なのかなっていうふうに感じますね。であとはこれからイラクが平和になっていく上で、観光業がすごいね重要になってくると思うんですよ。外国人を受け入れるこの観光業をいかに成長させていくかっていうところで、海外との結びつきもできるし、イラクのイメージも変わっていくし、人々の仕事も増えていくしっていう。ただやっぱりこういうプラスチックゴミたくさん出てしまうやつだと、ヨーロッパの人とかアメリカの人とかお金持ってて、ある程度意識の高い人たちだと使い捨てプラスチックに目がいってしまうだろうし、あとちょっとね話違うんですけど、今泊まっているホテルもねすごく内装は豪華だし高級ホテル感あるんですが、ただねハウスキーピングですね、ゴミが捨てられていなかったりだとか、まだまだね、あとホテルもね今、2軒しかないで、しかも外国人が泊まれるような場所って1軒しかないっていう状況なので、観光業が重要になっていくとは思うけれども、まだまだやっぱり外国人観光客を受け入れるだけの体制ができていないっていうところが、イラクの今の一つの課題なのかなっていうふうに感じています。でちょっと高藤さんにも話聞いてみたいんですけど、やっぱりまだその環境問題みたいなところに目を配るだけの余裕っていうのはやっぱイラクの人たちにはまだなかなかないんですかね。まだそこまで到達してない感はありますね。うちの団体 PCP でもその環境事業とかを小学校でやったりとかはするんですよ。そこで分別とかね全然そういうのないし、それからかといってその焼却炉がねすごいハイテクなわけでもないし、でリサイクルとかも厳しいです。で結構うちのスタッフも私も工業団地の方でそのリサイクルやってるところとか、その分別作業やってるところとか工場とか見に行ったりとかしたり、それから観光地の清掃活動とかもやったりするんですけど、やっぱり厳しいなって、道のりはもう長いなみたいな。例えばその海のマイクロプラスチックの話とかすごい出るじゃないですか。そうするとね面白いのが、イラク海ないから関係ないよみたいな結構言われたりして、ただそれは海だけじゃなくて陸の上でもピクニックみんな大好きだからすごいするんだけど、こういうお皿がね本当になんていうのかな、質のすごいあまり良くないプラスチックペラペラのやつ、あれが太陽に当たると本当に粉々にマイクロプラスチックになってくので、それを清掃活動やった時とかに拾おうとするじゃない。拾おうとするともう触るとペラ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 って本当に粉々になっていくので、それがだから土壌に溜まっていく。でそれがそのダムの近くだったりとかすると、やっぱりこれは真剣に取り組まないといけないよなって毎回思いますね。今ねこのお店で出てきてるこれも全部プラスチックですもんね。これわりかし最近になって変わったんですね。前からあったといえばあったけど、やっぱりコロナ以降ですよね。なるほど。こういうのも本当にコビット以降にめちゃめちゃやっぱり手洗いとか、ああいうので清潔みたいなこととか言い出すようになって、すごいプラスチック大普及。
ある意味環境問題のことを考える余裕が生まれてきてるっていう意味ではイラクが確実にこう平和になっているっていう風に捉えられるけど、やっぱこれからまた別のねこう経済成長、人々の生活がこう安定していくとまた別の問題が出てくるっていう状況ですよね。観光業に関してはいかがですか？やっぱまだまだ観光客受け入れる余地っていうのは地域にもよりますかね？地域にもよりますね。今欧米の方々とか中心に人気なのがイラクの南部なんですよね。それとモスルが今すごくこう人気が出てきてます。アンバールはまだまだ全然欧米系の人見かけたとしても NGO 関係の人がほとんどですかね。だからそこでは少しずつガイドさんとかが出てきたりとか、少しずつその観光業に整ってきてるっていうところはあると思います。まだまだです。おーすごい。もうどこに食べに行ってももうインパクトがすごいですね。すごい料理が到着しました。これはイエメン料理そうですね。これイエメン料理なんていうのマンディですね、はい、これちょっとねすごいですよボリュームが。ここにあるのがチキンですね。それからこのオレンジ色のご飯がサフランライスですね。でこれがナスとジャガイモのシチューかな。でこれがイラクでよく食べられているレンズ豆のスープで、これがラム肉ですね。ちょっとねすごいこうお肉が柔らかいらしいので、すっごいもうほろって骨がもうスンって取れますね。すごい柔らかい。じゃあこの少しお肉をこうちょっとわーすっごい柔らかい。なんでこんな柔らかいんですかね。煮込んでんのかな。これは多分圧力鍋は絶対使ってる。はい。うわーすごいホロホロ。じゃあ食べてみようと思います。マンディ食べてみようと思います。いただきます。おいしい。お肉めちゃくちゃ柔らかいです。サフランライスは辛くはないですね。でも味付けは多分いろんな香辛料を使ってると思うんですけど、ビリヤニにちょっと近い味かな。だけどビリヤニよりも全然辛くないのですごい食べやすいです。何よりもねチキンがめちゃくちゃ柔らかいです。美味しい。今男の子がスマートフォンを持ってスマートフォンを持ってね彼が近づいてきたんですけど、一緒に写真を撮ってもいいですか？これを Google 翻訳で僕にこう見せながら彼が聞いてきたんで写真を1枚撮ろうかなと思います。フォトオッケー、シュクラン Thank you かわいいですね。いや最初めっちゃなんか神妙な面持ちで近づいてきたらなんだろうなと思ったら、一緒に写真を撮ってもいいですかホコースって感じで今撮りました。いやーすごい人気者です。Which color would you like? Coffee. Kufia. Yes. Red or this color? That color The red? nice for me. Yeah, red. The red one? Yeah, red and the white. Argentina or whose style? 今通訳の方です。全部クーフィアというこっちのアラブの方たちが使うターバンみたいなやつなのかなをギフトで買ってくれるということでお言葉に甘えて1個買ってもらおうと思います。クーフィアってあそこの方です。はい。おおいいわ。かっこいいですか？似合うじゃん。これ鏡ありまどうですか？す。いいよ。おおいいね。めっちゃ雰囲気ある。これでサムネ用の写真をめちゃめちゃインパクトある。いいね。 Thank you so much。 似合う。You're welcome. 今ラマディの街中を歩いています。街中歩いてるとね現地の人たちが写真を撮らせてくれじゃなくて写真を撮ってくれって言ってきますね。だからちょくちょく写真を撮ったりしながら歩いてます。アサラムライクン。かっこいいな。ラマディのですねマーケットにやってきました。今ね夕方の6時半ぐらいでねだんだん日が沈んで涼しくなってきたので現地の人たちもね買い物とかでみんな出始めてますね。すごい賑わってます。人がすごい多い。そしてねこの僕の格好がね珍しいということですごいたくさんの人たちから声をかけられたり写真を撮ってくれって言われたりしますね。いやーすごい。
すごいたくさんのお店があって見てるだけで楽しいですね。洋服もね、アサラムライクン、やっぱニーハオってね話しかけられることが多いですね。一応ね日本人だよって、アサラムライクン、アサラムライクン、日本人だよって一応紹介してるんですけどね、やっぱ中国人に間違えることが多いですね。すごいでも鮮やかですね。色が綺麗なお店が多いです。家族連れの方、顔をすごいしっかり隠しながら歩いてる方、女性はね特に。でもね本当にいろんな方たちがいらっしゃいますね。外国人はめちゃくちゃ珍しいエリアで、それから僕が今ね頭にアラブの人たちが使うターバンをねつけているので、その姿がすごい珍しいらしくて、いろんな人から見られたり声かけられたりします。僕はダメですね。 He will do it for him. ヒゲをね剃るみたいなんですけど、糸を使ってヒゲを剃るみたいです。どなたかが実験台になってくれるということで見させていただこうと思います。これねヒゲ剃りじゃなくてヒゲの脱毛ですね。いらない部分を脱毛してる感じです。この糸を使って。僕もね日本でレーザー脱毛やってるんで分かるんですけど、これ糸使った脱毛結構多分痛いと思いますね。麻酔とかも何にもしないんで、結構ね肌がね赤くなってるのが分かるんで結構痛い気がします。最後に記念に撮っておこうというちょっとカオスな状況なんですけれども、ヒゲを抜かれた方、ヒゲを抜いた方、それを見た方です。はい。シクラン。シクラン。今映像を一緒に撮ってって言われたので撮ってます。A friend from Ramadi. Okay, a friend from Ramadi. ラマディの友達です。でも今さっき会ったばっかりです。I am a student at University of Anbar. After learning, I am jobbing in the graphic design and photography. How did you spend your time at ISIS? In the earth of Iraq in Basra for 2 months. After that, I am travel in the Kurdistan of Iraq, Suleimaniya. So he escaped as a refugee. Yes. How old was he? حاليا 25 ذاك الوقت شنو كان عمرك؟ 17 century. years. 17 years. وضع كان جدا سيء وتوقفت الدراسة. For his studying actually he cannot continue his study at that time because all the aspects of life is stopped. So he actually at that time moved to another place for the main reason for continue his studying. What's your future plan? ناوي أكمل إن شاء الله دراساتي في القسم الحالي وشهاداتي في On one hand he wants to complete the postgraduate studies and on the other hand he wants to develop his career in graphics designing. حاليا إن شاء الله في هذه المدينة في الرمادي الوضع جدا مستقر وبالعراق بصورة عامة. Now the situation in Ramadi in specific and in Iraq in general is stable, but from his point of view the problem is with the using of the technology right now, and there is a shortage of using technology in the city. Also he mentioned the using of AI Came as Chaba in the future. and became like Japan in the future. He hoped. Oh, Iraq wants to be like Japan in Yes. the future. Yes. I hope so too. Yeah. Thank you so much. Yeah, shukran. かつては戦争やテロの側面ばかりが伝えられてきたラマディ。今回ご覧いただいたこの街の今の姿を見て皆さんはどんなことを感じたでしょうか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もしハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。
ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。